ミルトンチャンネルです。今日はケーブルを2本つなぐだけで Bluetooth 管理できるサブバッテリーを Amazon で発見したので、実際に車中泊で使えるか検証してきました。その使ったサブバッテリーがこちら。こちらの製品は Bluetooth モジュール等を別途買わなくてもバッテリーの残量や充電電力等を確認できる製品で、今まであるサブバッテリーの中で最もケーブルが少なく便利に使うことができます。しかも 100A と大容量なのにコンパクトで取り回しが良いので、使っていてかなりテンションが上がりました。これまで様々なメーカーのサブバッテリーを使ってきましたが、今回は斬新な製品を見つけたので使ってみることにしました。パワーウルス S12100。 こちらのバッテリーはリン酸鉄リチウムイオンバッテリーになっていて、 12.8V 100A 1280Wh の容量があります。内容物はバッテリー本体、取扱説明書、持ち手の部分はこのようにバンドで固定する方式になっていて、この側面には切り欠きがついていてバンドを取り外せるようにもなっています。ここまででしたら普通のサブバッテリーと変わらないのですが、この製品はレノジーと同様 Bluetooth で電源管理ができるようになっているので Bluetooth を iPad に仕込んでみます。App Store のページからロイポーフィッシュというアプリをダウンロードします。このバッテリーの S12100A を選びます。はい、Bluetooth のデバイスを立ち上げてみました。ご覧のように 77% という風にバッテリーの残量がなっています。設定をいろいろちょっと触ってみたんですけども、あまり細かい設定はできないようなんですけども、私が一番気になっているこのバッテリーの残量が正確にわかるというところと、あとは、この電源を使用したアンペア数と充電をしているアンペア数が正確にわかるのはとてもいいと思います。はい、このパワーウルスのバッテリーに 400W の制限範囲インバーターをつないで電気が使えるようにしていきます。プラスとマイナス極にケーブルを2本通すだけなのでとても簡単です。プラス極の方にはヒューズ付きのケーブルを仕込みます。これと同時にレノジーの走行充電器でこちらに充電もしたいので走行充電器もつないでいきます。走行充電器のプラス側にはこのようにヒューズも仕込んであります。プラス極からつないでいきます。マイナス極もつないでいきます。この際にパチッという可能性が高いので手袋をつけて作業されても良いと思います。あ、言わなかったです。こちらのケーブルの締め上げなんですが、本来は電池を使って締め上げた方がいいんですけども、ちょっと今手元に電池がないのでドライバーで締め上げます。そしてこの部分なんですけども、本来は絶縁キャップをしていただいた方が安全です。はい、これでセッティング完了です。今ちょっとアプリを立ち上げて確認してみたんですけども、 0.5A ほど充電がされているようです。曇りの日でほとんど太陽もないんですけども充電されますね。そしてこのアプリで充電がわかるのもとてもいいです。レノジーの場合はアプリだけでなく Bluetooth モジュールというのをつけなければならないんですが、こちらのバッテリーは Bluetooth モジュールなしで充電の電力もバッテリーの残量も両方わかるのでかなり便利ですね。はい、このパワーウルスのバッテリーなんですけども、車を始動させると 25A ほどで充電が開始されています。これはワット数に換算すると 300W ぐらいあるのでかなり充電の速度が速いです。そして10分ほどしか運転してないんですが、もう 5% ほど溜まりましたので、こちらも充電の速度としても速いですね。これから2時間ほど車を運転する予定なので、あっという間に多分 100% 溜まってしまうと思うんですが、このままちょっと計測をしたいと思います。現在の時刻は11時57分、12時少し前です。今日は静岡県で仕事なので、終わったら車中泊を存分に楽しみたいと思います。高速道路運転中のパワーウルスの充電量をチェックしました。調子の良い時で約 30A の充電、30A×12.8V
イコール 384W ほど充電できています。また30分ほどの運転でバッテリー残量が 83% から 91% まで回復。30分で 8% の充電ですので、こちらもかなり早い充電です。バッテリーの残量が 99% になると充電の電力は 11A まで減少。これをワット数に換算すると 11A×12.8V で約 140W まで充電電力が落ちることが分かりました。静岡市内に到着。桜が満開でした。この後仕事仲間と合流し、静岡市内で行われていた静岡祭りを少しだけ見学しました。静岡祭りは徳川家康にちなんだ祭りで、駿府城と市内中心部で行われます。夜の駿府城と夜桜がライトアップされていて、とても綺麗でした。祭りの後、少しだけ友人宅にお邪魔し、ブラジルの珍しい料理を作っていただきました。バナナとアボカド、蜂蜜、牛乳をスムージーにしたビタミーナというブラジルではポピュラーな飲み物。いい色ですね。ありがとう。こちらは豆と肉を煮込んだブラジルの伝統料理フェイジョアーダ。塩コショウとガーリックのシンプルな味付けで僕の大好きな料理です。コーヒーもブラジルスタイルで入れてもらいました。ブラジルのコーヒーは基本エスプレッソで飲むことが多く、砂糖を入れるスタイルなので、僕もそれに倣っていただきました。友人との楽しい時間もあっという間。今夜の車中泊場所に向かいます。今夜は静岡市内にある日本平という有名な景勝地で車中泊です。日本平は駿河湾沿いに隆起した珍しい地形で、富士山はもちろん静岡市内の夜景や駿河湾も綺麗に見える日本でも有数の観光スポットです。24時間使えるトイレや自販機もあって車中泊しやすいのですが、私の他にはキャンピングカーが1台止まってるだけで車中泊している方はいませんでした。はい、時刻は3時33分。仕事の友達に日本平を教えてもらって駐車場に到着しました。現在の気温は 17.3 度。少しだけ肌寒いので FF ヒーターを動かしたいと思います。電力源はこちらのパワーウルスの 1280Wh のバッテリーです。インバーターの電源を入れます。大橋産業のインバーターのシガーソケットの部分から電源を取ります。3時43分。FF ヒーターが無事に動いて、すごくあったかい空気が出るようになりました。車内の気温も10分で 18.8 度までに上がりました。バッテリーの消費量は 0.7A なので 0.7×12.8V で 8A ほど電力を消費していることになります。そろそろ眠くなってきたので、このインバーターの USB の部分から携帯の充電や Apple Watch の充電をして寝たいと思います。はい、時刻は10時19分。車内の気温は30度。もう暖かいを通り越して暑いぐらいにあります。Apple Watch や携帯の充電をしていたんですけれども、バッテリーの残量は今ソーラー発電で充電しているのもあって 100% を保っています。普段はここに折りたたみのポリタンクを置いてるんですけども、今布団が乗っていて下からポリタンクを取り出すのがめんどくさいので、ペットボトルの水で手を洗います。今日は朝ごはんに私のチャンネルの視聴者さんからいただいたオニシのドライカレーとカニだしの味噌汁、そしてザバスのミルクプロテインをいただきます。このオニシのドライカレーの作り方はとても簡単で、こちらはアルファ米でできているので、水またはお湯を 160ml 入れて15分待つとドライカレーができます。スプーンや調味料がすでにこの中に入っています。脱炭素剤も入っているので、これも取り除きます。調理前の材料はこんな感じ。中水栓も書いてあるので簡単に作ることができます。
粉末のドライカレーを入れていきます。具材に馴染むよう軽く振って混ぜ合わせます。ポータブル電気ケトルでお湯を沸かします。水の量はほぼマックスまで入れました。蒸気穴を開けておきます。パワーウルス 1280W のサブバッテリーを使ってお湯を沸かしていきます。ポータブル電気ケトルの電源が入りました。現在のバッテリーの消費量は 16.1A、16.1A かける 12.8V なので約 206W の電力を消費しています。はい、お湯が沸き上がりました。バッテリー消費は 98% までバッテリーが消費されました。ちょうど中水栓までお湯が入ったので、これで15分放置します。15分待っている間、時間がもったいないので、コーヒーとカニの味噌汁をセッティングしておきます。このドライカレーで電気ケトルの中のお湯を半分ぐらい使ってしまったので、水を足してお湯を沸かしておきます。お湯が沸きました。はい、15分経ちました。ちなみにドライカレーと味噌汁、そしてコーヒーを作った時のバッテリーの残量は 98%。 これは上につないでいる天井のソーラーパネルが 4.5A も発電しているので、ほとんど電力を食っていないような状態になっています。いただきます。美味しそうですね。すごく外から触ってみた感じ、ドライカレーのような触り心地になっています。あ、すごいちゃんとしてる。めちゃめちゃ美味しそうです。じゃあいただきます。正直インスタントだと思ってあまり期待してなかったんですけども、想像以上に美味しいです。ちゃんとカレーのスパイスも効いててすごく美味しいです。このオニシのドライカレーすごくいいですね。お湯を沸かす環境だけあれば熱々で美味しいドライカレーが食べることができます。ごちそうさまでした。今回はかなりズボラをしてペットボトルの水で食器を洗っていますが、とても洗いにくいのでポリタンクをセットして洗えばよかったと後で後悔しました。日本平を散策してみます。少し先には富士山も見えます。無料の展望室には日本平を 3D 映像で解説しているコーナーもありました。展望室は室内と屋外テラスの両方から富士山を見れるので、寒い日や天気の悪い日も観光できるようになっていました。このテラスはほぼ360度の眺望があり、静岡市内や富士山、駿河湾を一望することができます。実は日本平には徳川家康が祀られている久能山東照宮へのロープウェイがあり、一度行きたかったのですが、映像のようにとても混み合っているのと、先日負傷した足がまだ本調子ではないので、次回また訪れたいと思います。次の目的地へ向け出発します。次の目的地は美保正木海岸。ここは日本平から車で20分の場所にあり、雲がなければ
海岸から富士山を見ることができます。走行充電をしてパワーウルスのバッテリー残量をチェックしてみました。はい、朝朝食を作って 98% まで減っていたバッテリーの残量が 100% までなりました。今日はご覧のようにすごく天気が良くて太陽光もかなり発電していたので、このような感じですぐに充電が完了したように思います。レノジーのサブバッテリーシステムと違い、このパワーウルスのサブバッテリーはこのバッテリー自体で Bluetooth が内蔵されているので、そういった点ではとても使いやすいです。美保正木海岸に到着しました。本当ならこの辺りに富士山が見えるはずなんですが、今日は霞がかってて富士山が見えません。たまたまダイヤモンドプリンセス号が通りがかりました。全長290メートル、2700人乗りの超大型客船です。この船の船籍はイギリス。18階建てで海上を走るマンションのような巨大な豪華客船です。私も初めてこの船を見たので結構テンションが上がりました。この船は3年ぶりに清水港に寄港したようで、たくさんの方が撮影されていました。お腹が減ってきたので少し遅めの昼食をとります。向かったのは天神や清水駅前店。ここは静岡おでんが有名で、自分で取って店内で食べるイートインスペースもあります。この静岡おでん、だし粉やタレもかけ放題なのですが、ダイエット中なので控えめにしておきました。厚揚げ美味しい。卵うまっ。肉団子うまっ。こんにゃく美味しそうですね。うまっ。牛串ごちそうさまでした。静岡おでん美味しかったです。昨日は忙しくてお風呂に入れなかったのでスーパー銭湯に向かいます。向かったのは沼津市にある天然温泉ザブーン。ここはちょっと変わったスーパー銭湯で、パチンコ店の3階にある複合型スーパー銭湯です。立体駐車場の3階に上がります。立体駐車場から行けば雨の日でも濡れずに入れそうでした。この日は結構疲れていたので3時間ほど滞在してしまいました。3時間ゆっくりしてかなり疲れが取れました。これから1時間ほど運転して伊豆に向かいます。今日の目的地は川名イルカ浜。静かな海辺で車中泊してみたくてこの場所を選びました。はい、時刻は1時41分。車内の気温は 15.4 度。今伊豆の方に移動してきたんですけれども、外はすぐそこが海なんですけど、外が暗くて見えない状況です。で、本当はこの冷蔵庫の中にカレーうどんを買ってきていたので、今日はどうしてもカレーうどんを食べたいなと思っていたんですけども、それよりめちゃくちゃ眠くなってきたので、ちょっとカレーうどんを明日にして今日はもうこのまま寝たいと思います。ちなみに冷蔵庫の電源はこのパワーウルスの 1280W の電源を使って大橋産業のインバーターを経由して電気を取っています。この後眠気に勝てずすぐに爆睡してしまいました。時刻は10時28分。車内の気温は 28.3 度。結構暑いです。ちなみに車外はこんな感じになってます。川名イルカ浜は国道135号や伊豆急からも離れているのでとても静かで、車や電車の音も聞こえず、昼近くまで爆睡してしまいました。この駐車場は一応トイレはあるんですが、夜中トイレに行った時に電気がつかなかったので、車中泊に向いてるかといえばちょっと微妙なところだと思います。今日の朝ごはんは
ナーンドッグとロールピザ、トロピカーナをいただきます。それぞれほぼ100円でした。本来この商品は電子レンジを使って調理するみたいなんですけども、今日は IH で調理してみたいと思います。ちなみに今バッテリーの消費量は 24.6 アンペア、 24.6×12.8 314ワットほど電力消費しています。以前視聴者の方からご指摘いただいたんですが、この IH の方が電子レンジより加熱時間が長いので、若干電力消費がこちらの方が多くなってしまう傾向があります。焼けたかどうかチェックしてみます。美味しそう。このようにソーセージも中に入っています。こちらはハムとチーズが入っています。いただきます。ピーチ味ですごく美味しいです。うまっ。ピザはこんな感じです。ちょうどこの辺りが焦げ目がついてサクサクして美味しいです。ごちそうさまでした。食器の拭き上げは肌触りのいいキッチンペーパーを使います。これは触った感触がティッシュペーパーに近いので結構気に入っています。はい、このパワーウルスのバッテリーなんですけども、先ほど 86% まで電力消費していたんですけども、今日はかなり天気がいいので今 4.5 アンペアで充電されています。この充電力もあって今現在 89% まで電力が回復しました。これあと数時間充電しているとおそらくこれが 100% まで溜まると思います。めちゃめちゃ魚がいます。現在の時刻3時54分、太陽がこのぐらいの加減です。ソーラーパネルをこのように据え置きにしているので、この状況でもそこそこ発電しています。 1.3 アンペア 1.3 アンペア ×12.8 ボルトなので、この状況でも16ワット程度発電しています。そしてバッテリーの残量は車を一切動かしてないんですけれども 97% まで回復しました。この手のサブバッテリーシステムは DIY をする手間はありますが、発電効率やそういった面ではとても使いやすいです。
このパワーウルス 1280Wh なんですけれども、ご覧のようにかなりスリムで、このようにセルタンのマットレスを置いても拳1個分ぐらいのスペースが空いてます。そして横幅的にも手のひらと拳1個分ぐらいしかないですので、1280W にしてはかなりコンパクトです。個人的にはパワーウルス 1280Wh は気に入ったんですけれども、1点だけデメリットを挙げるとすれば、それは最大容量が 100Ah であるということ。私は夏の車中泊でこの 12V クーラーをどうしても使いたいので、この 100Ah というバッテリー容量だと、この 12V クーラーを一晩動かすことはちょっと難しいんです。もしこの 12V クーラーを一晩快適に動かそうとすると、最低でもこのバッテリーの容量は 200Ah 程度は欲しいところです。しかしこのパワーウルスは 100A が最大のバッテリー容量で、 200Ah ですとか 400Ah のものは現状売っていないので、そこの点だけはこのパワーウルスのバッテリーのデメリットだと思います。この後 Amazon で販売ページを再確認しましたが、製品ラインナップは 8A と 100A のみで、大容量のサブバッテリーは販売されていませんでした。 12V クーラーを使用しない方は 100A でも快適に使用できると思いますが、個人的には 200A 以上の製品を使ってみたいと思いました。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。